角食いの神、幾食いの神。泥と砂で形を整えつつあった世界に、そっと杭を打ち込み、地盤を固めた神々がいました。それが角食いの神と幾食いの神です。泥と砂が国土の形を得始めた後、神代七代の第4代として、角食いの神と幾食いの神が現れます。地に打ち込まれる杭は、世界の基礎を築く象徴とも伝えられています。杭とは土地に打ち込む杭のこと。大地を固め、境界を定める働きは、暮らしの始まりを支える大切な力でした。世界が揺らぎから秩序へ移るその瞬間を、この二柱が象徴しているのかもしれません。角食いの神、幾食いの神は、神話の中で大きな物語を持つわけではありません。それでも、建物の基礎や地鎮、土地を守る祈りと重ねられ、目に見えない土台を支える神として、今も静かに語り継がれています。世界は土だけでは形にならず、その大地に杭が打たれたからこそ、揺るぎない始まりが生まれたのかもしれません。神格、神のもとつこと。正式な神名。角食いの神、幾食いの神。古事記における正式表記で、神代七代の第4代として現れる男女一対の神です。所属。神代七代第4代。天地開闢の原初に現れた神々で、天津神、国津神という区分が成立する以前の存在。日本書紀では本殿に登場せず、第3弾のアルフミにのみ記されるという特徴があります。性別。古事記では、幾食いの神は妹と記され、男女一対の神として描かれています。別名と表記揺れ一例。日本書紀アルフミや仙台九字本紀では角食いの命、幾食いの命と表記されます。読みは角食い、角食いの両方が見られます。同一視される存在一例。明確な同一視は確認されていません。幾食いの神については、幾玉の神との語義の近さが指摘されることがありますが、信仰上の集合ではなく、名称解釈の一節にとどまります。司るもの。土地の基礎、境界、地盤の安定、生命の芽吹き、天地の秩序。杭を打ち込むことで土地を安定させる姿から、世界の土台を整え、境界を守る神格と考えられています。主なご利益。地鎮、家内安全、建築安全、土地守護、開運承福。家屋や土地の基礎を守る神として、建築や開拓に携わる人々から信仰を集めてきました。鎮座地。広く知られる社の中からいくつかを挙げています。十二所神社。天神7代、地神5代を祀る古社。十二所神社という名前の神社は日本全国に存在し、いくつかの系統が存在します。ここでの説明は、角食いの神、幾食いの神を祀る神社としてのものとなります。神代七代社。神代七代を一柱ずつ祀る境内社。角食いの神、幾食いの神も天地創生を支えた神々として祀られています。天居。いくつかの主要な文献を挙げています。古事記。神代七代第4代として登場。角食いの神、幾食いの神が男女一対の神として記されています。日本書紀。本殿には登場しませんが、
第3弾のアルフミ第1に角杭の命、幾杭の命として記録されています。仙台九字本義、角杭の命、幾杭の命として収録。神代七代の系譜を伝える資料の一つです。延喜式神社伝承、神代七代を祀る古社の記録が残り、後世の信仰の広がりを知る手がかりとなります。神事周囲、角杭の神、幾杭の神には壮大な物語は伝えられていません。けれど、泥と砂が整えられた大地へ一本の杭を打ち込み、世界の土台と境界を定める。その象徴的な役割は、時代の大殿寺の神、大殿部の神、そしてイザナギの神、イザナミの神へと続く国づくりの礎となりました。静かでありながら、確かな一歩を刻んだ神々だったのかもしれません。最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。この奥深い世界に心を止めていただけましたら、チャンネル登録や高評価で応援いただけますと幸いです。